今回の対決漫画料理チャンネルは、鍋に玉を受けながら第1巻より推定17000キロカロリーの暴力キングオブジャンクエルビスを殺したサンドイッチ、通称エルビスサンドと、同じく鍋玉第1巻より本場のイタリアンマフィアのサンドイッチ、シカゴのイタリア系アメリカ人の誇りあふれる肉汁、サンドイッチ工学が変わります。手が汚れないサンドイッチ可能なのか。そんなのイタリアンビーフの再現対決となります。再現する漫画料理は2つです。しかし食べられるのは1つです。選ばれなかった方は食べられません。さあ、あなたも選んでみてください。食べたいのはどっち？先行はエルビスサンドです。まずは割ったパンにバターを塗りたくり、ついでピーナッツバター、ブルーベリージャムを塗りたくります。パンはトーストでもソフトフランスでも OK。月に1回ぐらい食べたくなる味ということですが、これ月で1回食べてたら死んじゃうよと思いながら作っております。アメリカ版家康のタイの天ぷら的ポジションでエルビス・プレスリーのシーンなどと言われているそうです。次にバナナの輪切りをびっしり敷き詰めます。コツはもうとにかくたくさんということです。皆さん知ってましたか？カロリーって熱に弱いので揚げるとカロリーゼロだと聞いたことがあります。ちょっと何言ってるかわからないですけれども、ここはもうカロリーを気にせずにやっていきましょう。さあ、最後のトッピングにベーコンをカリッカリにしていきます。ここも1枚ではなくとにかくたくさんということでございます。カリカリベーコンは種を問わないアメリカの魂の重さは 21g。 カロリーがあるわけないですよね。パン1杯可能な限りカリッカリにして乗っけていきます。ここまでですでにショックを受けている方もいると思いますが、ここからが本番です。というかすでにサンドができない状態になっております。盛りすぎたようですが、これは適量です。推定17000キロカロリーは伊達じゃありません。ここらで今回の漫画料理紹介コーナーとさせていただきます。今再現している漫画は鍋に玉を受けながら第1巻に出ているエルビスサンドイッチです。この漫画は危険な場所にほどうまいものがあるをテーマに、世界各地の危険な場所を長年にわたる二次元の過剰摂取で全ての人が美少女に見えてしまうという釣り好きのおっさんが各国を旅行しながら美味しいものを食べるという漫画です。例えばメキシコの屈強の男たちに囲まれたこのような状況も作者フィルターを通せばあら不思議。このような美少女が和気あいあいとしている状況へと様変わり、なんとも羨ましい能力です。そんな彼女がアメリカのコロンビアリバーで水上保安庁から取り調べを受けていた際にシェリフが持っていたのがこのエルビスサンド。親切なシェフのおごりで食べさせてもらえることになりました。推定17000キロカロリーのリアルエルビスサンド。お味の方は思ったよりも食べやすく、予想以上に完成度が高い味。重いけどきつくない。甘さしょっぱさ、豚肉、炭水化物のたっぷりの油。つまるところカツ丼と同じ構成とのことです。体には良くないけれどもたまに食べると美味しいんだよねというジャンクフードの頂点を極めた味。今回はこちらを選んでいただきたい。まだ決定には早いということで、後方イタリアンビーフを作っていきましょう。しゃぶしゃぶ用の牛肉が売っていなかったので、薄めの牛肉に塩コショウ、オレガノ、パプリカ、ガーリックパウダーあたりを振りかけながらミルフィーユ状にしていきます。サンドイッチをおにぎりに例えるとパンがご飯と認識しがちですが、シカゴではパンはおにぎりの海苔、肉がご飯でピクルスなどが梅干し扱いという風になっており、このサンドイッチ工学を知らないと永遠に美味しいサンドイッチは作れないそうです。肉が大きかったので半分に切り、鍋にビネガーを垂らしながら肉に焦げ目をつけていきます。今回はリンゴ酢で代用しています。また隠し味にジャパニーズ醤油をひとたらしするのが名店のシークレットだそうです。肉に焦げ目がついたら鍋底に薄く張るくらいの水を入れ、蓋をしてごく弱火にしていきます。イタリア移民は家族が多く貧しい家庭が多かったそうです。そこで大事なセレモニーでいかに安い食材でたくさんの家族をもてなせるかを工夫した結果、生まれたのがこのイタリアンビーフサンドイッチということです。牛肉と安いパンを世界一のイタリア料理の技法で重ね、ボリュームも味も芸術の域まで引き上げることに成功したシカゴのイタリア系アメリカ人の誇りの味だそうです。鍋に肉ジュースが溜まってきたら火を止めて、肉を優しくほぐしながらこの温かい肉汁で泳がせます。いわゆるしゃぶしゃぶスタイルで理想的な火入れをしていきましょう。パンに溢れるくらい挟んだら次が最後の工程です。これがステーキなら肉汁が出ているので失敗ですが、イタリアンビーフではこの後パンに吸わせて戻すので問題ないそうです。ここで高校の漫画料理紹介です。先行と同じく鍋玉第1巻からの再現です。シカゴに旅行に行った際、友人のロブさんにイタリアンビーフが食べたいと漏らしたところ、ディープなスポットに連れて行くと言って、車の鍵は忘れても銃は忘れないといったところに連れて行かれたのがこのお店。タトゥーもりもりの大柄黒人でも作者フィルターを通せばこの通り黒エリフに見えてしまうようですね。素晴らしい。そこで提供されたのが本場イタリアンマフィアのサンドイッチこそこのイタリアンビーフです。
最大の特徴は出来上がったサンドイッチを肉汁あふれる鍋の中でダイブさせるというディッピング技法。一見馬鹿げて見えますが、れっきとしたイタリア料理の技法です。牛肉と安いパンを美味しく食べるため、イタリアの料理技法を詰め込み、ボリュームも味も芸術の域まで突き上げた料理のため、とにかく肉を挟みまくるという特徴も持っております。我々日本人からしたらサンドイッチをおにぎりに例えると、パンがご飯で具が肉と捉えがちですが、シカゴフィルターを通せばあら不思議。彼らにとってはパンは海苔で肉がご飯。一緒に入っているピクルスやサラダが梅干し感覚なんだそうです。これこそ真のサンドイッチ工学、まさにイタリア系アメリカ人の誇りの鉄則ということでございます。そんなイタリアンビーフですが、正しい食べ方があるそうです。まずは足と腕を開き、テーブルからは25センチぐらい離れてください。そして肘をテーブルにつき、前傾姿勢でかぶりつく。そうするとテーブルから床まで肉汁だらけになっても服は無事というわけだそうです。靴は諦めろ。このファイティングスタイルはシカゴスタンスと呼ばれているそうです。皆さんもイタリアンビーフを作った際はこのシカゴスタンスで食べてみてはいかがでしょうか。その気になるお味ですが、牛丼大盛り1膳分、しゃぶしゃぶ1人前、チャーシュー麺1杯を一口ごとに消費するような感覚で背徳的。日本にはない喜びということでございます。この背徳感一緒に味わいましょう。さあ、両者の紹介が終わりましたので仕上げに入っていきましょう。イタリアンビーフを肉汁あふれる鍋にぶち込んでいきます。これがイタリアの伝統技法、ディッピング技法です。と言いたいところでしたが、鍋が小さいのかパンが大きいのか浸かりきらなかったので逆にかけていくことにしました。要はひたひたになればよかろうなのだ。ということで肉汁でひたひたにして完成でございます。さあ、キングオブジャンクフードエルピスサンドを揚げていきましょう。なんかバターやらブルーベリージャムやらが漏れ出て油が泡だらけになっておりますが気にしない。ある程度この感じで揚げていきましょう。取り上げる時に崩れてしまったのは秘密です。なんとか形を取り戻せましたらここに砂糖をかけていきましょう。カロリーは熱に弱いので全部溶けてます。これで完成。さあ料理が完成したので最終プレゼントさせていただきます。まずは推定17,000キロカロリーリアルエルビスサンドです。こんな見た目ですが意外と食べやすく予想以上に完成されたお味となっております。甘さとしょっぱさ、豚肉、炭水化物の黄金の組み合わせでジャンクフードの頂点を極めた食べ物となっております。今回はこちらをお選びください。本場イタリアンマフィアのサンドイッチ、イタリアンビーフです。溢れ出る肉汁、肉。牛丼大盛り1杯分を一口で消化する喜び。あなたも味わってみたくないですか？今晩はシカゴスタンスで靴は気にせず心ゆくまでスパイスの効いた肉をご堪能ください。それではジャッジのお時間です。ルールは簡単。特別審査員が選んだ方が動画になります。選ばなかった方は私がこっそりと裏で食べていきます。私の感じではこれどちらも食べてみたいという感じですが、エルビスサンドの方が味が未知数なので気になりますといった感じでしょうか。実は前回動画でカロリーが範囲だったため、今回復習にこのテーマを選んだというのは内緒です。さあ、特別審査員さんはどちらを選ぶのでしょうか。おっと、エルビスサンドに決定です。おめでとうございます、エルビスサンド。キングオブジャンク、甘さとしょっぱさの頂点に決まりました。さあ、お味の方はということでございますが、揚げパンの頂点ということでございます。確かに給食で争奪戦になるのは揚げパンと相場が決まっております。バナナの揚がったやつがトロットロで、ピーナッツバターとブルーベリージャムが甘さをさらに際立てているということ。さらにその上にカリカリベーコンのしょっぱさが際立つ。ベーコンが1枚でなく大量にあるため、しょっぱさがまさに負けていないということで、確かに完成された味がするということでございました。食べた後4日ぐらいはこの味が忘れられないということでございました。羨ましい限りでございます。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次回。さあ、負け料理を私が食べていくコーナーです。これちょっと本当に美味しいですね。これ肉っていう、なんか肉にスパイスがまた効いててですね、もう本当にアメリカンなお味ってこういうことだよね。もううまいね、これ。